今回は七交渉セブンアーティザンズのマクロレンズを買ったので、ファーストインプレッションをお伝えします。どうもこんにちは、ひげこいです。今回は中国のメーカーさん七交渉セブンアーティザンズのマクロレンズを買ったので、レンズ紹介、買った理由、作例を軽く紹介していきたいと思います。早速商品紹介からサクッといこうと思うんですが、まず特徴を4点お伝えします。1つ目が最大撮影倍率1対1のいわゆる等倍のマクロレンズ。2つ目が2万円前後で買える激安の中華レンズ。3つ目は注意点なんですが、マニュアルフォーカスのみっていうこと。4つ目は APS-C 用のレンズという感じの特徴があるレンズです。次は外観やスペックなんですが、見た目はスッキリとしていてとても好みです。中国のレンズって初めて使うんですが、マップカメラで2万円以下でこのレンズを買えるのはかなりお手頃かなと思いました。シンプルで文字とかロゴも主張が少ないので、かなりいい感じかなと。見た目は全然スッキリしていていい感じだと思います。色は真っ黒というよりかはマットブラックに近いような感じで、XT4 とは少し違う色味になってるんですが、全然違和感なく使える感じです。で、スペックなんですが、まだ詳細をちょっとしっかり知ってるわけではないので、ちょっと見ながら失礼しますね。焦点距離は 60mm でフルサイズ換算 92mm、 絞りは F2.8 から F16、 無段階調整なので絞りリングを回してもカタカタしないので動画撮影にも向いてるかなと思います。ちなみに僕はマクロレンズを使うのが初めてなんですが、マクロはかなり絞って使うらしく F16 までしかないのが気になるっていう意見もありました。 F32 ぐらいまでしてほしいなっていう感じの意見ですね。あと最短撮影距離が 26cm で1対1の等倍マクロなのでかなりクローズアップができます。実際撮ってみるとここまで近づいて撮るのかっていう風に驚きました。続いてサイズ感ですが、他のレンズと比較するとこんな感じでかなり大きいサイズ感です。レンズの長さは 100cm で重さは 530g なのでちょっと重いかなとも思うんですけど、長さがある割には全然これぐらいのサイズ感でこの重さだったら納得かなと思います。物撮り用に買ったので外に持ち出す頻度も少ないので全然いいかなっていう感じですね。マウントは X マウントだけじゃなくてキヤノン EF-M マウント、ソニー E マウント、マイクロフォーサーズ、キヤノン RF マウント、ニコン Z マウント、富士の他に5つのマウントで使えるみたいです。次はこのレンズを買った理由なんですが、安くて写りが良さそうなことと、マクロはマニュアルフォーカスでもいいかなって思ったからです。実はずっと富士の純正の XF60mm F2.4 っていうハーフマクロが欲しかったんですが、やっぱりちょっと高いのと物撮り以外に使う機会がないかなと思って悩みに悩んだ上でこのセブンアーティザンズにしました。XF60mm F2.4 はスナップでも活躍するらしいですし、オートフォーカスも効くんですよね。で写りもいいし、レビュー件数もGoogle で調べると1000件以上っていう感じのめちゃめちゃ人気のレンズで、僕自身もかなり欲しかったんですけど、やっぱり物撮り用と割り切って今回は中国の安いレンズを選んでみました。せっかくなので少し撮ってみたんですが、かなり面白そうで、作例はこんな感じになります。F16 まで絞ると結構カリカリになるんですけど、背景もしっかりボケて面白みのあるレンズかなと思いました。今後はこういう写真だけじゃなくて映像も撮っていきたいなと思っているので、ちょっと物撮りを差し込んだりしたいなと思っているので、これから面白い動画が撮れればいいなと思います。それではこんな感じで今回はサクッと開封動画を撮ってみたんですが、また詳細はレビューしようと思いますので、何ヶ月か後にアップしようと思いますので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。今回は軽く感想をお伝えすると、この写りとこの質感はすごすぎるなと思いました。黒レンズの入り口にはもってこいのレンズだなと思います。中国のレンズってレビューが全然ないとか、本当に大丈夫かなとか、どんな写りなんだろうとか、手出しにくいなとか思われていた方は、安心して購入してみてください。ではそろそろ終わろうと思いますので、今回の動画がもしよかったと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。